こんばんは、不動産モフです。今日はですね、投資の神様バフェットさんがですね、持ってる航空会社の株を全部売ってしまった、そういった報道が出ていたので、詳しくですね、解説していきたいと思います。バフェットさん、投資の神様って言われているので、今後ですね、バフェットさんが、最初ね、結構コロナに対して楽観的に考えてたんですけども、ちょっと、悲観的になったということで、そのバフェットさん自身がどう考えているのか、それについてですね、解説していきたいと思います。で、今日の内容なんですけども、ウォーレン・バフェットさんね、投資の神様はどういった方なのかっていうちょっと簡単な解説と、でね、航空会社の株をどうして売却したのか、または一応ですね、世界は戻らないっていうふうに考えているように人たちが多いので、今後の経済状況をですね、どう考えているのか、それについて解説していきたいと思います。で、バフェットさんなんですけどもね、投資の神様と言われていて、もう結構ご高齢なんですけども、株式投資やってる人はもう全員知ってますね、この人。で、この方がどういうふうに、今後買うかとかはすごい、一挙一動見てるような状態です。で、今もう1930年生まれで、もうなんとですね、90歳にもなられる。すごいですよね。未だ現役のですね、投資家ですっていうことで。で、もう最初、コーラとか売ったりとかですね、子供の頃から株を買ってですね、一人でそこまで大きくですね、むちゃくちゃ大きく育て会社を育てた、本当に投資で、むちゃくちゃ会社を大きくしたすごい方ですね。で、手法としては安い時に、本来の価値よりも安かったら、それをですね、買って、で、その成長し続ける企業を買う。で、それで、成長し続ける間はずっと株を保有するっていうのがですね、すごい特徴なんですよね。だからよほどのことがないけど、ほぼですね、ずっと持ち続けるっていうのが基本スタンスで、稀に売るんですけれども、これ以上企業がですね、成長しなくなったよっていったタイミングで株を売るっていう手法で、バリュー投資とか言われたりするんですけども、それですね、長期手法で日々売り買いするってよりかは、よほどのことがない限りずっと持ち続けるスタンスの方です。で、バークシャー・ハサウェイっていうですね、その会社があって、その会社での、会長をやられてますね。で、そこで、いろんなですね、会社の株を買ったりしてるような感じなので、ここは大元ですね。で、時価総額、もうここも、上場していて、時価総額44兆円なので、トヨタの2倍ぐらいですかね、ぐらいの規模があるような、むちゃくちゃ大きな会社で、投資がメインの会社なんですけれども、そこで、やってます。で、バフェットさんが、どうやってですね、考えてるかっていうのをですね、すごいみんな気にしている。その手法をですね、学んだりとか、それで景気を、今後経済どうなるかとかですね、みんなすごい一挙一動、気にしてるようなすごい方ですね。で、バフェットさんがですね、ここを注目されているのはデルタ航空の株をですね、ずっと持っていて、そこの投資判断がですね、ちょっと最初楽観視していたところが大きく変わったのが結構今注目されています。それどういうことかって、デルタ航空ってアメリカの航空会社なんですけれども、もともと、60ドル、一株60ドルぐらいですね、株価だったんですよね。で、そこで、3月の時にバフェットさんが、46ドルぐらいになった時に買い増ししたんですよね。なので、安くなったから買いだっていうふうにですね、ここは判断されたようです。なので、この時点ではまだまだですね、世界は、そのに、景気はですね、悪化するっていうふうに考えてなかったようですね。で、その後、さらにですね、報道されたのが、4月の頭ぐらいにですね、持ってるデルタ航空の株を 18% ぐらい売却したんですよね。で、こんな短期間で売却するっていうのはですね、結構珍しいことで、バフェットさんが、弱気になったというか、経済が、ここの時点で思ってたよりも、世界がですね、悪化しているっていうふうにやって一回売り払ったんで、ここでもニュースになってましたと。で、さらに、株主総会があったんですけれども、そこのところでもう、全部のですね、株を売却しましたよっていうふうに、発表しました。なので、バフェット様もこの時点では、まだまだもうここで、本来の価値よりも安いから買って、戻るだろうと思っていたところが、戻らなかったってことで、ここから先も、戻らないだろうっていうふうな、判断をですね、されたっていう。それがね、合ってるかっていうのはわからないんですけども、投資の神様は、そういうふうに考えてるよ。もちろんね、ここで買って、またこっちで、この時は間違いだったっていうふうに言ってるんで、間違える可能性はあるんですけども、これ結構大きな、判断基準かなと思って注目してます。で、航空会社大手4社のですね、デルだとか、サウスウェスト、アメリカンユナイテッドとか、4社のですね、大手の株をバークシャー・ハサウェイで持ってたんですけれども、それを全てですね、売却したっていうふうに発表されたと。なので、航空事業が根本的に変わったっていうふうに、判断されたそうです。なので、成長事業、航空がね、どんどん人々がグローバルに行き来するからって言って、それで、投資をですね、していたんですけれども、そうじゃなくても、このコロナで一辺的にもう世界が変わってしまって根本的に変わったと。
で、さらに、こういうふうに、3、4年後ぐらいに、またですね、去年のように人々が世界中こう飛び回ってるかっていうと、そうではないんじゃないかっていうふうに、わからないっていうふうになってしまったそうですね、バフェットさんの中で。で、そういったこともあって、売却したそうです。なので結構ですね、いろいろ今後、もし、コロナ回復しても、ちょっといろんな業界がですね、変わるだろう。そういうふうに、考え始めてるようです。今、日本の航空業界もすごいピンチになっていることは今報道されてますよね。例えば、アナとか、全日空とかが、決算が、3月末のですね、決算が出てきたんですけども、業績がですね、非常に悪かったってことで、もう航空がですね、ほとんど飛行機、7割とか8割とか9割とか、減便したりとかしていて、もう飛行機をね、飛ばせないっていうか、乗客がいないから飛ばしても無駄だってことで、そういったことで飛行機がもう劇的に減ってしまった状態になってます。でも一方で固定費がかかるその、メンテナンス費であったりとか人件費であったりとか、航空、例えば保管するにもお金かかったりとかするので、飛行機ってね、メンテナンス多分ものすごい大変で、ちょっとなんかやると落っこっちゃうんで、相当大変なんですけども、どんどん現金が出ていってしまう状態ですと。で、キャビンアテンダント CA さんを、6400人気球、最大1年気球っていう風に報道されてて、1年間ですね、会社に、来なくていいみたいな、そういう風にして、少しでも人件費を減らしたりだとか、で、さらに、グループ会社含めて全体2万人をですね、気球するみたいな、そういう報道も出てます。なので、どんどん、売上が下がって、売上の見込みがないのに、やっぱりこう人件費だとか、いろんなものがあるんで、航空業界は本当に今ピンチだと思います。で、融資をですね、打診して、お金どんどん出ていってしまって、支払いがですね、できなくなると倒産してしまうので、なんとかですね、そういうふうに、耐え忍ぶっていうか、ここをこらえようとしているところです。で、業績の予定は未定って言ってますね。なので本当に今、航空業界も、どの業界もね、飲食とかいろんな業界ピンチなんですけども、航空はやっぱり今非常に厳しい、ダイレクトに来ているような状態ですね。で、バークシャー・ハサウェイなんですけども、投資会社なんですけども、やっぱ株価が、持ってる株がですね、アップルとかいろんな会社のところに、コカ・コーラとか有名なところに投資されてるんですけども、バフェットさんの会社は。そういうところの株がですね、大幅に下落してしまったので、なんと、株が、ちょっとこれ難しいんですけども、会計基準が、2、3年前に変わって、持ってる株の価値がですね、こう下がった場合赤字になるよっていうふうにですね、決算の内容がちょっと変わったんですよね。ということで、もともと持ってた株が、マイナスだったんで、最終損益がですね、マイナスになるっていうふうになっちゃいますと。これね、ソフトバンクの巨大赤字とかと一緒なんですけれども、持ってる株価が下がってるだけなので、そんなに、ね、お金が出ていってるわけではないので、ちょっとそこは注意が必要ですと。ただこれがね、ものすごいとんでもない額で、持ってる株のですね、価値が大幅に下がってしまって、だいたい 5.3 兆円ですね。5兆3000億円もの赤字に転落してしまったそうですね。で、これ自身は、さっきも言ったようにお金が出ていってるわけじゃなくて、持ってた株、今までこう株価上がってきてプラスになったものが株価下がったんで、マイナスになりますよっていうだけの話なので、これで一気に会社が潰れるとかそういうわけでは全然ないんですけども、ただ額だけ見るともうとんでもない巨額になってしまったと。持ってる株の、価値がですね、これぐらい下がったってことですね。たった、1、2ヶ月で。で、営業利益に関しては、5800億ドルのプラスなので、会社のね、その営業としては、すごいプラスなんですけれども、持ってる株がマイナスになってしまったよってところで、こういう決算になっているってことですね。で、今後、バフェットさんがですね、投資どうしようか、安くなったところでね、買うっていうところなので、本来の価値から、どれぐらい安くなったのか相当探ってるはずだと予想されますと。で、どうなってるかっていうと、今、投資には比較的慎重になっているスタンスを見せていると。で、アメリカの経済に関しては、復活する、長期的にですね、今までリーマンショックとかいろんな経済、この100年間アメリカはずっと乗り越えてきてるんで、今回のコロナ騒動に関しても、復活はするだろうっていうふうに、予想はされてるそうです。そういう株主総会ですね、はい、発言をされていると。で、魅力的なですね、ただ、魅力的な投資先はまだ見つからない。まだ高いっていうふうに、考えているようで、今のですね、ちょっと株価下がったけど、まだ様子を見ているような、段階なようですね。で、現金同等物、会社にお金はですね、ものすごいあって、だいたい15兆円ぐらいお金があるみたいですね、現金が。だからそれを、投資する先を今探している感じなんですけれども、まだ、株価が高いんで、
投資先はまだ見当たらないっていうふうに、言ってるようですね。なので、まだバフェットさんはもうちょっと株価がね、下がったりとか、もうちょっとこの先、コロナの影響がどれぐらいになるかっていうのを見極めようとしているような状態かもしれないです。結構慎重に、投資されていると。で、まだね、投資するタイミングではないのかなっていうふうに多分考えているようで、もともと3月の時点ではね、楽観論でデルタ航空株を買い増ししたぐらいなので、結構一気にですね、悲観的っていうか、よりネガティブな方向に考えているようなことを、個人的にですね、僕がそう受け取りましたね。なので、今ね、株価が下がってるんで、飛びつくわけではなくって、もうちょっと様子を見よう。そういう風な、バフェットさんはやってるっていうことですね。で、ちょっと話変わるんですけど、バフェットさんのね、会社のホームページ見てみたら、こんな感じなんですね。なんか20年前ぐらいの会社のページで、なんかむちゃくちゃ、親近感っていうかね、これがね、時価総額40兆円の会社かっていうとね、なんかそうは思えないですよね。このテキストベースの画像が何一つない。で、これでね、アニュアルレポートって、ここでクリックすると、決算書飛ぶんですけども、決算一覧がまたこんなね、この自負のね、画像で、この辺にね、ニューってピカピカしてるようなね、そういうのを貼ってほしいなってちょっと思いました。これ20年前ぐらいのフォーマットだと思うんですけど、2004年ともっと前からあるんで、多分変えてないんでしょうね。これね、20年前のホームページでもみんなこんな感じだったんですけども、懐かしいですよ。僕こんな作った記憶があるので、ちょっと親近感が送りました。でちょっと脱線したんですけれども、Google の CEO もですね、世界は戻らないという決算の中で、そういうふうに考えているようなことを言ってましたね。緊急事態が終わったとしても、世界はちょっとですね、以前と同じようなですね、状態ではないだろうっていうふうに考えているようです。で、特に本当にオフラインでですね、お店に買いに行ったりとか、そういったことから、本当一気にですね、オフラインからオンラインですね、需要が大幅にシフトするんじゃないかっていうふうに考えられているそうですね。で、ただ、Google 自体としては、広告がですね、やっぱり広告主から広告が、どんどん減ってきてるっていうことがあるので、売上は、広告がすごい下がりそうだっていうふうに予想はされているようですね。4、5、6ぐらいですかね。っていうことで、Google 自体としては、かつてないほど Google の需要が増えてるっていうふうに言ってるんですけども、広告に対しては、広告料ですね。Google の主な収益ってやっぱ広告なので、一つは、サーバーとかもあるんですけども、広告がかなりですね、占めてるので、そこはちょっと下がってしまいそうだ。そういうふうに言ってます。で、さらにですね、アメリカの経済を占うものとして、ISM のですね、製造業のですね、景気指数っていうのがあって、これが結構、景気の動向を見るのによく使われるやつの一つなんですけれども、製造業の、アンケートを取って、300社ぐらいからですね、アンケートを取って、景気はいいですかどうですかとかね、生産はちゃんとされてますかとかですね、そういうのを、受注はされてますかとかですね、そういうアンケートを言って、それにね、答えていってて、平均が50点で、50以上だと景気良くって、50以下だと景気悪いっていうのはですね、ざっくり言うとそんな指数なんですけれども、総合景気指数がですね、41.5 で11年ぶりの低下ってことなので、2009年以来のですね、低下になったってことで、景気がですね、結構アメリカ自体の製造業も、ここ10年で一番落ち込んでるってことで、これからその実経済がですね、かなり、やっぱ低下するっていう風なことが、指標として現れ始めてます。で、特にその中の、生産指数っていうのがあるんですけれども、生産に関しては、27.5 ってね、1948年以来の落ち込みっていう風に、ブルームバーグからですね、出てました。なので、生産に関してはもうここね、60年、70年レベルでですね、圧倒的に悪いっていうような状態になっていると。そういうふうに、数値が出てき始めている状態です。株価はね、今上がってるんで、そういう状態なんですけれども、いろんな経済の指標としては、悪くなっているのは、着実に出てる。これは予想されてはいるんですけども。で、これがブルームバーグから出ている、生産のですね、指標なんですけども、ここは 27.5 っていうのはですね、ここの、どこだ、ここ1948年以来。でもちょこちょこ見るとリーマンショックとかでもね、35ぐらい、30ぐらいにはなってるんで、リーマンショックとかと同じぐらいの数値になるんで、ちょっとね、悪いっていうだけでもこんだけですね、バーンといっちゃうっていうような感じになってるんですけれども、非常に悪いっていう数値が、やっぱり出てきてるっていうことで、経済はやっぱ悪化していくんじゃないかって思ってます。で、ダウ平均どうなってるかっていうと、ダウ平均はですね、一旦回復してきて、3万ドルぐらい行ってからですね、1回1万8000ドルまで行ったところで、やっぱね、半分ぐらい戻してきてて、2万4000ドルぐらいになってて、ちょっとですね、5月になって少し下がったような感じです。ここからどうなるかっていうのはですね、よくはわからないんですけれども、お金はね、本当にバクシャーハサウェイじゃないですけど、お金はみんな余ってるんで、それは株に向かうのかね、やっぱりもうこれから下がるって言って株が売られていくのか、そこは結構わからないですね。
で、最近ちょっと世界恐慌についてはちょっと調べていて、これマネーフォワードさんからですね、世界恐慌のチャート載ってたんで、ちょっと見てみたんですけれども、世界恐慌レベルだとすると、なんか25年間ですね、これ世界恐慌になったのが、1929年のですね、9月ピークになって、そこから同じとこの株価戻るまで25年かかってるっていう風になってます。なので結構ですね、これと同じレベルだとすると、25年って相当ですよね。僕もう60過ぎてしまうぐらいの年になってしまうので、この25年間で、戦争とか挟んでるんで、ちょっといろいろあるんですけども、第二次世界大戦とか、そういうのも含めてですね、同じぐらいになるとまずいなっていうようなところで、こういう風にならないかどうかっていうのは多分バフェットさんとか見極めているような段階だと思います。なので、まだ今この辺のね、初動かもしれないっていう風に考えてるかもしれない。で、世界恐慌の時は、29年からですね、一番底つけるまで32年なので、3年ですね。3年下がり続けてますね。でよく見るとこう一回上がってますよね。で、こう拡大すると、ちょっとね、一回下がってまた上がってるんで、今ちょうどこの辺かもしれないっていう可能性ももちろんあるので、ここからさらにずっとね、下がる。ちょうどね、400から200まで下がって300ぐらいっていうんで、半分戻したぐらいからこう下がっていくみたいなチャートがあるんで、世界恐慌の時はこうだったよってだけなので、今回のですね、コロナがどうなるかっていうのは全くわからないんですけれども、こういう可能性は、過去はあったよってことで、知っておいた方がいいかなと思って、紹介しました。で、じゃあ日本はどうなのって言って、日本の状況もですね、非常に悪くて、これもですね、ちょいちょい紹介してるんですけども、ちょうどまだ決まってないのかわからないですけど、緊急事態宣言がですね、延長されそうっていうことで、5月31日まで延長されそうってことですね。で、これがいいか悪いかっていうのはいろいろ議論あるんで別に僕が答える必要はないんですけども、延長された場合は、もちろん経済に対してはさらに止まってしまうってことで、今すでにもう多くの店が止まっている状態で、非常に苦しい状況の人はむちゃくちゃ多いと思います。なので、さらにそれが延長されるってことで、相当ですね、さらに、失業率だとか、お店は閉まってしまったり、経済活動が低下するっていうふうに思ってます。で、さらにどれだけ長引くかもわからない状態なので、本当ね、今、とんでもない過去、2月ぐらいの時点で、人生最大のピンチになりそうですってことを言ってる動画出したんですけども、本当に人生最大、こんなに、緊急事態宣言が長引くっても予想しなかったですし、こんな大きくなると思ってなくて、非常に今厳しい状態になっていると思います。で、失業者がリーマンショック級のですね、100万人超えるんじゃないかっていう風な予想も出ているんで、本当職がないみたいなね、時代になると思ってます。本当今世界恐慌のですね、時の、データを見たりとかしていて、ちょっと勉強しているような状態ですね。他にもね、高島屋のですね、売り上げが低下してるっていうのがちょっとツイッターとかで話題になってたんで、ちょっと紹介しますと、4月のですね、75% 売り上げが下がってます。なので、これ店舗をですね、一時こう閉めてるところがあるんで、営業してないところがあるんで、そういったところの方がすごい大きくって、営業してるところが50%減ぐらいになってる。そういうざっくり見るとそんな感じでしたね。湘南台店と50%の空いてるからで、多分、途中から閉めてるんで、むちゃくちゃ下がってるようです。で、これが続くようだと本当にですね、75% だから、本当にね、給料、例えば30万円もらってたとして1ヶ月。それがね、収入が、25%、4分の1になってしまうってことなので、7万円ぐらいになってしまったとかですね、28、7万円ぐらい。その30万円の給料が7万円になってしまった。そういう感じでですね、家賃だとかいろいろですね、支払いがあったりとか、ローン返したりとかですね、そういう可能性になっているようなイメージだと思います。なので、これが長引くようだと、本当にですね、いろんな会社がやばくなるっていうことです。なので、本当ね、景気の後退のスパイラルに陥りそうなので、今本当に売り上げがですね、消費が停滞していますと。で消費が停滞すると給料が下がると。で、さらに給料が下がると、さらにですね、消費が抑制されて、そうすると物価が下がっていくってことで、デフレのスパイラルにちょっとまたですね、入りそうな状態になってるんで、非常にですね、まずい状況なので、今後もですね、多分この流れは変わらないと思うので、一人一人がですね、なんか節約したりとか、お金自分で稼ぐ方法とかを身につけたりとかしないと本当にやばいなっていうふうに、自分も思ってます。自分自身もね、YouTube とかの広告の収入が入ってこなくなったりとか、不動産とかも家賃がですね、入ってこないとかって可能性がもちろん起こり得るので、自分自身もちょっと気を引き締めてですね、新しい事業とかを考えているような状態です。で、今日のまとめの前に、再生リストですね、株式投資の基礎とかやってるんで、ぜひですね、株式投資やってみたい人は、見てみてください。あと、不動産投資の講座もやってますんで、不動産投資勉強したいよっていう人は、ぜひ見てみてください。ということで、今日のまとめなんですけれども、一旦はですね、買い増ししてたバフェットさんなんですけれども、それがですね、航空の株を全て売却してしまったってことで、
投資の判断ですね、バフェットさんももちろんですね、間違えるっていうこともあるので、これは本当ね、難しいなっていうふうに思います。投資は本当時点で、3月の時点でここまでなるって予想できた人は少ないんでしょうね、きっと。で、もう戻らないよっていうふうにして、航空業界に関してはかなり悲観的に見ていると。で、アフターコロナは、いろんな人がですね、違う世界になりそうだっていうふうに、いろんなですね、投資家だとか経営者が言い始めているところで、今後何がですね、伸びていくのか、この後経済がですね、停滞するのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、全然違った世界が待ってそうっていうふうに、非常に恐れている状態です。で、今のですね、緊急事態宣言が延長されれば、よりですね、経済にダメージは大きくなると。さっきも言ったように、した方がいいとか悪いとかっていうのは、いろんな考えがあって、それはわからないんですけれども、少なくとも、影響されると経済に対してはでかいと。でも、緊急事態宣言しないと、またですね、病気が蔓延するっていう、そこのバランスがですね、非常に難しくて、国によってもね、いろいろ違ったりとかするので、悩ましいところだと思いますが、自分らとしては、一人一人はですね、節約したり、今後どうなるかっていうのを、予想しながら、できることをですね、やっていくっていうのが、大事だと思ってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとか、役立つ情報を発信していってるので、引き続きですね、勉強したい人はぜひチャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、コメントいただいたりとか、ツイッターとかでシェアしていただけると本当に嬉しいです。またですね、有益なツイートしてるんで、ぜひフォローしてください。あと最近インスタグラムとフェイスブックやってるんで、ぜひですね、詳細欄から登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。飲み会、ライブ飲み会とか興味ありますかね？ちょっとサブチャンネルでやろうかなと思うんで、よかったらサブチャンネルも登録してみてください。バイバーイ。